はい。それでは本日の労務相談 Q&A になります。令和8年以降、給与での源泉徴収の変更点についてということで、令和8年以降の、給与の源泉徴収の変更点について教えてくださいということです。令和7年に、税制改正があって、大きな変更がありましたと。で、その中で、令和8年からの給与計算において所得税を計算するときの、算出方法にも変更がありましたということです。で、回答にある通り、様式、給与支払い報告書に基づいて、給与計算で所得税を計算していくわけですけれども、その給与支払い報告書の様式が、令和7年と令和8年で変わっている。で、今回はそこにちょっと注目してご説明したいと思います。それでは、実際の申告書を見ていただきながら説明したいと思います。上が令和7年の申告書。で、下が令和8年の申告書になります。配偶者のところは同じなんですけれども、下ですね。こちらが7年は控除対象扶養親族16歳以上となっているんですけれども、令和8年からは源泉控除対象親族というふうになっています。源泉控除対象親族ということで、この源泉対象っていうので、ここに名前が入っている方は、給与計算するときに、扶養等の人数にカウントするっていうことになります。で、この、扶養控除対象扶養親族が、ここは今までは同居老親等その他で特定扶養親族だったのが、令和8年からは、源泉控除対象親族のうちでも、特定扶養親族と特定親族に、新たにチェックを入れるようになっています。これを理解するには、一つずつ、この用語を紐解いていかないといけないんですけれども、こちらの、まず、扶養親族ですね。この58枚以下のこの、薄いオレンジ色の色付けされていたところですけれども、所得の見積もり額が58万以下の方が、まず扶養親族になります。で、さらに16歳以上、扶養親族の中で16歳以上の方が、控除対象の扶養親族になります。この青い点線で囲まれたところが、青い扶養親族になると。で、その控除対象扶養親族の中で、19歳から23歳は特定扶養親族だし、70歳以上は老人扶養親族になる。で、今回ですね、税制改正で、特定親族というのが新しく、この上の濃いオレンジのところですね。特定親族というのが、新しく創設されまして、19歳から23歳未満で、所得が58万から123万までの方については、特定親族、特別控除の対象であるということで、新たに、ここに特定親族というのが登場しました。で、ですね、この源泉控除対象親族というのが赤い枠で囲まれてるんですけれども、令和8年から所得税の計算の時に、その扶養等の人数のカウントに入れる中で、この扶養控除対象扶養親族だけではなくて、この特定親族のこの一部の方も源泉控除対象の親族に入りますよと。それが、58万から100万までの方ですね。特定親族のうち58万から100万までの所得の人は、源泉控除対象親族に入るということになるので、この実際、扶養控除申告書の中で、控除対象扶養親族の中でも特定扶養親族なのか特定親族なのかっていうので、ここに分けてチェックを入れるということになります。配偶者も同じように分かれているはずなのに、配偶者はこの分けた
チェックボックスがなくて、特定扶養親族、特定親族だけなぜこう分かれているのか、それはちょっとわからないんですけど、一応、特別親族、特別控除の対象であるということで、分かれているチェックボックスがあるということになっています。ですので、この赤い欄が源泉控除対象親族になります。で、この中で注意点なんですけれども、障害者控除ですね。障害者控除になると、先ほどの源泉控除対象扶養親族とは、別のカウントになります。対象者は扶養親族になりますので、特定親族の方は扶養親族に該当しないので、特定親族に障害者の方がいらっしゃっても、ここには記載できないと。障害者控除の対象にならないっていうのが、注意点になります。以上のようにですね、来年からの給与計算には注意が必要になってきます。で、これ普通の方が扶養控除申告書を書こうと思うと、非常に難しいかなと思うんですけれども、今実際はウェブなんかで年末調整の申告処理をやっていくと、質問に答える形で、回答を進めていけば、自動的にこの扶養親族の扶養控除申告書が出来上がるっていう形になっているので、それほど、気にすることはないのかなと思いますけれども、実際の給与担当者は、このあたりしっかり、理解しておかないと、給与計算に影響が出るということになります。ちょっと複雑にはなってきますけれども、給与計算、年末調整のタイミングで、令和7年と令和8年の違いで、給与計算の時の所得税の計算というのをしっかり理解するようにしていただければと思います。本日は以上です。